こんにちは。この哲学の絵本の中の人、ジュリオです。私が高校生の時、現代文の宿題をやっていました。小説についての問題で、主人公の少年が手を洗わない理由について、選択肢から選ぶ問題でした。正解は分かったのですが、誤りの選択肢に捨てがたいものがあったのです。次の日の授業で、たまたまその問題が当たったので、私はその捨てがたい方を答えました。当然、先生は違うと言います。そこで私は、その選択肢を選んだ理由を説明しました。それでも、先生はそうは読み取れないと言います。私はどうしてですかと食い下がりました。すると、先生は回答の紙を見て、この問題の答えは違う、と言ったのです。私は口を開けて、ポカーンとしたのを覚えています。前置きが長くなりましたが、今回は誤読ということについて考えてみたいと思います。この誤読ということについて面白い本を見つけました。入藤元義という先生の哲学の誤読という本です。この本は大学入試の現代文の試験で出題された哲学の学者が書いた文章についての4つの問題を素材として哲学における誤読について考えています。そして問題の作成者による誤読、予備校の先生など解説者の誤読、著者の入藤先生自身の誤読、さらに問題の文章を書いた著者の誤読について述べています。内容については実際に本を読んでいただくしかありません。でも大学の出題者の先生が誤読し、さらに大学入試のプロである予備校の先生が誤読しているのなら、そんな問題は少なくとも入試問題として成立しているのでしょうか。ところで哲学史においても誤読はあります。例えばプラトン哲学の研究者はアリストテレスさんはプラトン先生の哲学を誤解していると言います。また以前の動画でも取り上げましたが、レヴィストロースさんはサルトル氏を批判しました。でもレヴィストロースさんはサルトル氏の哲学をちっとも理解していなかったという人もいます。さらにこれらも私の動画で取り上げましたが、ブッダさんや孔子先生の教えとその後の仏教や儒教はだいぶん違います。これも誤読の結果と言えるかもしれません。そこで私は思うのですが、誤読はいけないことなのでしょうか。あるいは誤読というのは何を基準として誤りと言い、誰が誤りと決めるのでしょうか。このテーマについては引き続き考えてみたいと思います。それではまた次回。チャンネル登録お願いします。